シークレットサービスが撃とうとしたんだけど、狙撃の OK が出なかったんです。出なかったから撃たれちゃったんです。その狙撃手に対して撃つなと言った人がいるんですね。で、その人が誰の部下かというと、の部下なんです。春さん。はい。トランプさん、前大統領。なんか大変なことになってますけど、あれは。暗殺未遂。どうなんですかね。まあ、いろんな噂が流れてるよね。はい。今ね。どんな噂聞いた？二人がちなみに。ちょっと自作自演かなとか。まず自作自演説。私もちょっと一瞬よぎりましたけど。写真ですよ、一番やばいのは。まあね。もう狙ったように撮られて。まあ、アメリカの正常期が、ね、こう、はためいて。ね、シークレットサービスで、なんか噂によると、この写真を撮った方がピューリッツァー賞を撮ったカメラマンで。まあ一応 AP 通信ってことになってはいるけども、実はなんかね、写真家としてちゃんと有名な方だったっていうね。そうなんですよ。まずこれが、その陰謀論も含めてね、いろんなことが言われてますけど、皆さん大体どこから情報を取ってるかっていうとインターネットだよね。そうですね。で、これちょっと分かっていただきたいのは、我々日本語で撮るじゃないですか。はいはい。ね。本当のそのインターネットの主言語って英語なんですよ。確かに。そうですね。ってことは、私たちが取ってる情報は一部。すごく狭いところでしか取ってないってことを一個分かってほしいことと、今アメリカとかね、海外で一番、まあ騒がれてる、事実の話からしますね。事実ね。から言うと、一番騒がれてる、内容は自作自演はもう終わったんです。ないですよね。今言われてるのは、もっと違う話が言われてる。どんなことが言われてると思う？まあなんか、警察と、その、狙撃した彼が、少年が、20歳の。はい。演説前に話をしてたとか、で、翔子さんすごいな。情報通だね。早いよね。早いの情報。ちょっとびっくりして、いろいろ調べたの。FBI じゃないどうした私、大丈夫。なんでもない。普通の一般人なのでさ、とか、そういう。まあどうしてもね、ごめんなさいね、噂話とかそういうネット情報っていうのは細かくなっていくじゃない。で、こういうのをね、理解する上で一番大事なのは、もっと上から俯瞰して物事を見ていくってことが大事で、ちっちゃくなればなるほど内容ってそこに全部固まっていくから、最後分かんなくなっちゃうんですよ。そうだね。要は狭いっていうことは、つながりが見えなくなっても分かんなくなっちゃうし、答えが見えなくなる。で、この場合で、まず一番俯瞰、ちょっと視点を上に上げてみたときに気がついてほしいのは、まあ今演説をして暗殺未遂を受けたトランプ元大統領っていうのは、いわゆる政府側の人間ではないですよね。はい、現在。一般人の、まあ一般公人だよね。ってことは、彼を守っていた、今回問題になっているシークレットサービスっていうのは、トランプ大統領が雇った人じゃないんですよ。ここはカットしてる。あれ政府機関だ。要は、トランプ大統領を守っていた人たちが、みんなそこがもう俯瞰できないから、勘違いしちゃうんだけど、彼を守っていた、そのシークレットサービスは、政府の役人さんたち。まあ、政府の機関がやってる。ってことは、バイデンさんの直轄の、いわゆるシークレットサービスの、いわゆる長官がいて、その人たちが見てる。で、今回言われてるのは、まあ、屋根に這いずり登ったと。120メーター先に、そこから撃ったんですよ。で、まあ、あんだけの農場なので、基本的には、まあ、狙いやすい。けども、狙える場所が3カ所しかない。その3カ所の中で、1カ所は、いわゆるトランプ側の狙撃、まあ、いわゆるシークレットサービスの狙撃がいたんです。で、反対側の、まあ、会場から見て、左側の建物の方に、20歳の彼が登ってきて狙撃をしようとしたのを、もう5分前からみんな見てたの。お客さんたちを。そうですよね。で、みんな通報したり、やばいやばいって言ってたんだけど、その時に狙撃手も気がついてたんです。そこにいるってことは。ってことは、わざわざあんなね、武装して登ってって這いずり回ってんのを、なぜ撃つまで許したかっていうのは、実は、狙撃していいかと。そこに悪い人がいるんだけどっていうことで、いわゆるシークレットサービスが撃とうとしたんだけど、狙撃の OK が出なかったんです。出なかったから撃たれちゃったんです。っていうのは、これは、いわゆる都市伝説ではなくて、事実として、まあ CNN でも報道されてるんですよ。じゃあ、その狙撃手に対して撃つなと言った人がいるんですね。
で、その人が、まあ、誰の部下かというと、バイデンの部下なの。まあ、まず、それだけでもちょっと、あれちょっと、雲行き怪しいですね。ってなるよね。でも、もっと俯瞰してみたときによ。じゃあ、それで終われば、じゃあ、バイデンさんたちが、そうなのかなって想像しますけど、もっと俯瞰したときに、じゃあ、そもそも、バイデン側がじゃあ狙撃兵を雇ったのかってことだ。そうでしょ？だってバイデン側の方が撃つか撃たないかと決めて撃たせたとしても、じゃあその人たち、その子自体がね、じゃあバイデン側なのかって言ったら、ちょっと皆さん冷静に考えれば、って思うよね。はい。ここでなんか闇がちょっと見えてこない？これどこまで言っていいかわかんないけど、僕は真相を知ってます。実は。知ってる。でも、これが狙撃されるかもしれない。これ言っちゃうと怖いね。じゃあ、ギリギリ、どこまで想像で言えるところ。夢と空想の。夢と空想ね。みの俺が夢と空想の妄想の人間だと思って聞いてくれるんだったら喋ってもいい。春チャンネル妄想癖の話。妄想癖の塊だからな。想像の話でみんな聞いてね。例えばですよ。単純にじゃあバイデンさん側はトランプを消したかった。とします。なぜかというと、今回みたいに、じゃあまあ運よくというか、トランプさん生き残りましたけども、助かりましたが、そのことによって、その翌日、まあその8時間後ぐらいには、共和党って中で揉めてたんですよ、実は。要するにトランプ一強じゃなかったの。いや、トランプ立てていいの？まだ立ってないから。立てていいのかどうかってことで揉めてたのが、その狙撃から助かって、8時間後にもうトランプ指名したんですよ。決定しましたよね。これってね、アメリカの一つのポイントがあって、アメリカ人って例えば、じゃあバイデンと揉めてます、トランプと揉めてます、民主党と共和党揉めてます、わーってなってて、その中で外敵が来て、例えば攻められたテロとか、そういうことがあると、全員で一致するっていう癖があるの、アメリカ人。これがいわゆるアメリカのナショナリズムなんですよ。そこで一致団結して、トランプさんがやった、こういう形になっていくわけですね。なっていくわけです。これは日本にない考え方。だからアメリカ人って、だからバイデンさんも大統領も、まあ、いわゆる前オバマも、インタビューを受けたときに、いや、みんなで結束するべきだ。っていうことをもう言わざるを得なかった。だから、まあ基本的に今全員一枚岩になったってことと、あとね、前に、レーガン大統領って言ったらこれかな、元俳優さんのね。彼も、大統領選出た時に、まあ、ちょっと劣勢だったの。でも彼も暗殺未遂だったの。で、助かった時に20ポイント上がったんですよ。で、今回はそれ以上に上がるという。なぜかと、そうなんです。この4回やった。すごかったもんね。すごかったね。はい。ね、なんでお前いつまでも答え言わないじゃん。僕の妄想ね。だとしたら、じゃあもともとじゃあ、バイデンさんがもう言い間違いをしたりとかいろんなことで、まあ民主党としても違う人立てようと。で、ハリスなのか、いろんな人たちを立てたとして、で、共和党も揉めてると。で、あと選挙まで4ヶ月あるとなった時に、じゃあここは一発、ちょっとトランプの方にそういう、レーガンじゃないけど、アメリカの大統領の、敵、要はアメリカの大統領の敵ってことはアメリカの敵だから、そういう安全を脅かす人間に打ち勝った人っていうイメージを作ろうってことで、俺はトランプ側がちょっと考えたと思うんですよ。これがいわゆる自作自演です。じゃあ、ここでみんな想像してくださいよ。計画を立てます。立てるときに、自分たちだけでは無理だよね。当然。いろんな仲間たちにやっていくうちに、情報漏れるじゃないですか。いわゆる情報戦だから。それを、例えば、バイデン側が傍受したとします。そしたら、よし、じゃあ、トランプたちが自作自演をしようとしたときに、本当に入ってやっちゃおう。って考える人も出てくるよね。確かに。ね。そしたらそれを本当にやっちゃおうとして、その、いわゆるトランプ側が組んだものに対して、本当にやろうっていう状況を作っちゃった。で、それを今度はトランプ側が傍受する。本当に情報戦だね。今までの第二次世界大戦以降は、情報戦なんですよ。先に情報を持った人が勝ち。で、今回は僕はいろんなことがありつつ、その中で、じゃあ唯一、
トランプさんたちの方が情報的に良くて、こういう結果になったかなっていう。だからもちろんそこにペリッツァーをね、の写真家がいたことも納得いくし、じゃあ狙撃の人はもともと共和党員なので、そもそもがね、そういうのも含めて、ああ、そうなんだなって皆さん想像つくと思うんですよ。ただ問題はここで一個あるのは、じゃあ本当に撃ったのかと。アメリカのね、いわゆるスナイパー、いわゆるその狙撃手と言われる人たちっていうのは、300ヤード狙えるんですよ。その中で撃てるのがスナイパーというんです。で、いわゆる一般のアメリカの射撃では120、大体ぐらいヤードと言われてるんですね。その中において、まあ120ヤードしか今回離れてないので、ね。その中で一般の彼が撃っても、撃てたとかって話になるけど、もしスナイパーであれば、それは、300普段撃てる人完全に仕留めてるわけですよ。ただ、こう横向いたからずれたとかいろんなこと言ってますけども、そもそも横向いてずれてることも計算して撃つじゃない。ってことは、どうなのっていう話になるよね。一個は。あとは、撃たれた瞬間に、撃たれた時のいわゆる当たった感じが映ってないのと、確かに。で、パッて行った瞬間にバーッと、なんか演劇みたいに人が集まってきて、上がったら赤すぎる血のりの耳が出てきたとかっていう、いろんな話もあるよね。なるほど。で、どう思うの原さん的に。いや、これ結論僕で言うことじゃないけど、言えることは、トランプは今回は、もしトラから、もうトラになった。もう確定。もうトラ。確定。確定です。確トラだ。これでひっくり返しきれるアメリカ候補もどこにも残ってない。残ってないですね。まあバイデンさんが変わったとしても、どんなに強いのが来ても3ポイントぐらい、やっぱり落ちるだろうと言われてたんです。もともとはね。で、共和党の中でもまだどうかなって声を上げてた人たちがみんな声明出して、トランプを応援するってもう言い出してるんです。つまりどういうことかというと、アメリカ全部の政治家たちが、これはもうトランプに決まっただろうと。っていう意思だよね。で、早めに味方についてこないと、いつまでもトランプの敵対してると自分たちが政権から外されるよね。なるほどね。妄想ですよ、皆さん。妄想。あくまでも。ね、俺のことを責めないで。僕が言いたいのはね、俯瞰しないと物事は、部分だけ見ていくとそうなっちゃうんですよ。だからでも冷静にもっともっと俯瞰すれば、今回民主党がね、例えばバイデンさんが終わって次共和党になった時に、今上院もほとんど民主党だし、全体的なアメリカを動かすのは民主党だから、民主党の、議員たちを含めて、民主党で生き残った企業も含めて、みんな大変なことになると言われてるよね、今回。変わると。そうですよね。そう、だからそういうふうに考えていくと、私たちが想像してる以上に大統領選って、国のいろいろなものが動くんですよ。単純にトランプさんだけの話じゃないので。だから、それは、簡単には選挙っていうのは終わらないし、始まらないし、で、よく、ネット上でもあるのは、人が亡くなってるから不謹慎だとかね、そんな自作自演がどうとか、なんで言ってるんだとかね、いう方々いますが、これね、皆さん分かってほしいのはね、実は正義感っていうのは、これ正義感じゃないですか。物の見方、倫理観、道徳観、政治観って言いますけど、それに対してはストッパーないんですよ、人間って。だから、どこまでも正義を振りかざすと、それに対して罪悪感が起きないから、攻め続ける。で、それは構わないですけども、問題点が見えなくなる。そうですね、確かに。そうですね。だって仕掛けてる側が正義感を訴えてきたら、そんなことでいちいちね、今、トランプ大統領助かったのに、それも全部トランプ潰すための話か、なんていうことになると、そんなのはいかんっていう正義感が生まれるじゃないですか。そのことによって、通常、相手を貶めようと、例えばネットで言うと、いわゆるネットを荒らす人たちなんかでも、やりすぎじゃないよって言われたら罪悪感が起きるから、ここまでにしようかってなるから、まだ実は誹謗中傷の方がストッパー効くんですよ。正義感はストッパー効かないので。良かれと思って。良かれと思うことですよ。人間はどこまでも行くから、だからどうしても今回の場合はそういうところもあって、情報が見えづらくなってるってことを、
俺はなんか分かってほしいかなと思うんですよね。で、最初に言ったようにね、やっぱりこう日本語で検索すると、本当にこのちっぽけなことしか出てこないよっていう、この細かいものをどんどん私みたいに集めちゃうと、確かにどんどん見えなくなるし、見えなくなる。これはもう、どっちってもうそっちになっちゃうから、まさにこう俯瞰してみるっていうのは。逆にだから細かいことを調べる人たちの動きを読んでネットニュース流したりするよね。そっかそっか。そうそう。だから、人間のその性質で細かくしようとするんですよ。どうしても問題を解決しようとすると、細かくしがちだから、実は細かくすると問題って解決しないんですよ。見えなくなるね。見えなくなるんです。そうだね。実は問題を解決するときは大雑把が一番いいんですよ。言葉変だけど、なるべく俯瞰して、まあそんなもんだよな、の方が答えに僕は近く行きやすくなると。確かに。まあ今回のこの話は、その、真相も大事だけど、そういうニュースに対しての見方とか、そういうところも。真相で、僕は、真相皆さんどうでもいいんですよ。っていうのは、もう虎になっちゃったってことは、もうこれひっくり返しようがない。あとは強いて言いたいのは、今回亡くなったと言われている消防士の方、まあ撃たれてしまったって。まあ、そういう情報実はあんまり出てきてないんですよ。それが本当なのかどうかっていうことは知りたいよね。で、どんだけそれがもし亡くなられてたら、ね、それ本当にご回答申し上げますが、果たして僕今回の件で誰かが傷ついたりとか、そういう事件になったような気はしないんだけどね。まあ、それが一番ですよね。それが一番だったし、まあ、いずれにしても、トランプさんになった方が日本としては絶対いいので、今後の部分でもね。僕はそっちの方が良かったのかなという気がする。あとは、今もう円安が、ね、一時期的にね、ちょっと円高になったけど、また戻ってるでしょ。まあ政府介入したので円高にちょっと振ったけど、円安は止まらないです。日経平均は下がりましたから。ダウは今回また上がったんですね。いわゆる、トランプさんの事件によって、ドルがまた強くなったんですよ。で、こういうことを繰り返していくと最後どうなるかっていうと、200円を超えます、ドルは。もう今で僕1000円しておきます。200円を超えていくので、そうしたときに、じゃあ日本の経済どうなるんですか、でトランプはどういう政策をしていくんですかの方が僕大事だと思うんですね。大事。で、トランプになった後に、何年後にじゃあ日本はまた経済が戻るのか戻らないのかってこともみんな不安ですよね。そこはどう思いますか、あやねさんとしては。良くなってほしいです。希望ね。うまいな皆さん。うまい。いい返しだね。いい返しだな。俺勉強しよう。これ叩かれないな。3年で戻ります。また円高基調に戻っていきます。よかった。これいつか話しますけど、円がやっぱり弱くなる社会っていうのは良くないんです。それがなんで良くないかってことはね、今ちょっとこれまた予告みたいで変だけど、詳しくね。詳しくまた話をしますが、僕はドルの時代よりは円の方が強くなった方がいいと思ってるし、あとはね、やっぱりユーロが今皆さんの想像以上に弱っているので、信用できるその信用通貨っていうのがだいぶ減ってるんですよね。元も弱ってるでしょ。元が弱ってるってことは、組んでるブラジルも弱ってる。今年はやっぱり新興国の年だったんだけども、やっぱブラジルがいまいちやっぱ伸びてない。で、ロシア、やっぱりインドは伸びてるよね。だけど、やっぱりあの辺りは遠すぎるから、日本から。やっぱり日本の近いところでやっぱり頑張ってほしいけど、そういう国々が、日本ってやっぱり通貨が弱いので、なかなか上がっていかないっていうのもあるかもしれないよね。だからトランプさんそれをよく理解して、日本は大事な国だと思ってるはずなので、耳をね、今、あの血が本当の血なのかなと気になるんだけど、ちょっと赤すぎるよな。というわけで、11月まだ4ヶ月あるので、これがこのまま終わるってことはないです。それもあります。劇場型ですよね、今回の選挙はね。だからぜひね、見極めていただくことと、あとやっぱりアメリカっていう国はやはり日本にとっては重要なので、もっとそのアメリカの経済とかにも皆さん目を向けて、で、来年以降のね、自分たちのやっぱり生活も含めてね、防衛していけるような、そういうまたね、話題を持っていけたらと思います。というわけで、今日の結論ね、トランプは強かったということで、いかがでしょうか。ありがとうございました。